にちは。シエルちゃんです。アシスタントのグミジーです。今回は、夏ボロボロ、アマレットストーレンを作っていくよ。ちょっと遅めですが、今年もシュトーレンやるんですね。シュトーレン大好きクラブ終身名誉会長の私が、今回はナッツがたっぷりとゴロゴロ入った、ナッツのストーレンを作っちゃうよ。シュトーレンは去年のプレインの動画もあるので、そちらもぜひ見てみてください。事前準備としてフルーツの漬け込みと、ナッツをざっくり切ります。漬け込みは試作の時にまとめてやっちゃった。フライング姫ですね。漬け込みに関してはこちらの動画があるので参考にどうぞ。概要欄に載せておきますね。ではナッツ切っていきます。材料は概要欄をチェックじゃ。ぜひ最後まで見ていってね。チャンネル登録、グッドボタン、通知オンもよろしくお願いします。コメントも気軽にしてね。応援してもらえるとシエルちゃんが嬉しくなります。大きさはお好みで大丈夫だけど、あんまり大きいと焼き上がった後、ポロポロ外れちゃうから、アーモンドの半分くらいのサイズを目安に切っていこう。私はアーモンド、くるみ、カシューナッツ、マカダミアナッツの4種でやってます。はい、できた。生地の最後に合わせるから置いておこう。そしてお次にマジパンを作っちゃうよ。アーモンドパウダーと一度混ぜて、ここでアマレット。普段は卵白だけど杏仁のお酒かまたはアーモンド系のリキュールでやってみよう。混ぜてくよ。手で混ぜた方がいいかな。にぎ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 、まとまってきた。水分が少なすぎるときはアマレットの量で調節しよう。にぎにぎしてて割れてこないくらいの状態がいいよ。半分に分割して棒状にしてきます。18センチくらいにしようかしら。こんな感じかな。2本目も完了。乾燥しないようにラップして冷蔵庫で締めておこう。さてさてでは生地に参りますか。常温に戻したバターを用意。この季節じゃ常温でも硬いわね。軽くチンします。いい感じ。マヨネーズくらいの硬さがいいよ。そしてお砂糖。お塩を1つまみ。パスタとかっこよく決めよう。普通で大丈夫です。そしてアーモンドパウダー。G が間違えて注文した皮付きアーモンドパウダーです。まだ引きずるんですか？皮の有無はお好みで、皮ある方が風味は出ると思います。そして牛乳。そして生地にもアマレットまたはフルーツの漬け込み汁を入れます。そこに全卵を加えます。常温の卵を用意しておこう。冷たいと分離しやすいよ。分量的にどうしても分離しちゃうかもだけど、この後で粉類でちゃんとつなげられるから安心してね。私も若干分離しちゃった。粉たちを測ります。ホットケーキミックス、調理機構、さらにスパイス三重視、シナモン、ナツメグ、
スの量はお好みで増やしたり減らしたりしてね。あらかじめ混ぜておくと全体に均一に混ぜれるよ。生地の方にダイブ。さっくり切り混ぜていこう。粉気がなくなれば OK。 そしたら用意しておいたフルーツ、ナッツを加えるよ。うひゃー、半分くらいナッツなんじゃないの。こりゃ美味しそうじゃな。生地完成。ベタつくようだったら少し冷やすと成形しやすくなるよ。今回は2本分の分量だから生地の総量を測って半分こ。打ち粉をまぶしてタイとかにくっつかないようにして成形してきます。マジパン棒より気持ち長めの長方形にするよ。ピストを使ってないタイプだから触りすぎたりして悪くなったり張りとか細かいこと考えなくていいのもこの生地の利点ね。長さチェック。もうちょっとかな。 OK。 包みます。閉じ目はしっかり目に閉じよう。閉じ目は真下になるようにしよう。形を整えて横もしっかり閉じるよ。もし表面にでかい具が出てるときは内側に入れてあげよう。焼いた後にポロッと外れて穴が開いちゃうよ。1本完成。2本目もちゃちゃっとやっちゃいます。成形し始めるくらいにオーブンの予熱をしておくといいかも。2本目完成。では焼いていきます。オーブンはこちらの通り。途中反転しようね。焼き上がる手前でバターを弱火で溶かしておこう。焼き上がりに染み込ませるバターだよ。ここはストーレンの命。ケチっちゃいけないとこだよ。そろそろかな。焼けたー。コッペパンみたい。かわいい。そこにたっぷりのブーアターを打っていくのだ。この打ってる時が一番楽しいんじゃ。バターも生地も熱々じゃないと染み込んでかないからしっかりとタイミングを合わせよう。レレレレレレラ。最後の一滴まで打ち込むのだ。そしてまだ熱があるうちに1度目の粉糖。今回は振るだけの簡易版でやります。しっかり分厚く包む、お包み版は過去動画でやってますぞ。こんな感じ。1層目は生地と馴染んでくるよ。粗熱取れたら一度冷蔵庫で締めるよ。冷えたのがこちら。2度目の粉糖をいくぜ。美しい。最後にシナモンパウダーをかっこよくかけて完成よ。ファッサー。これで完成。
それではいただきます。おいしい。こりゃおいしいストーレンができちまったぜ。まずナッツがゴロゴロ入ってて食感がザクザク楽しい。食べ応えもあり、生地も過去動画のオーソドックスなしっとりストーレンとは粉の分量を変えてみてよりざっくり食感が出るようにしてみたの。普通のストーレンとはまた違った感じで新鮮味が出たね。ザクザク特化のストーレンですな。スパイスの量もちょうどいい感じかな。私はもっと効いてても好きかも。クリスマスに向けて少しずつ食べるものだけどこりゃ全部いってしまいそうだ。数日寝かせて馴染んできたのも美味しそうですね。ナッツが多い特性上ナッツの劣化で味が落ちちゃいそうだけどそれはそれで作ったばかりとは違った食感や味が楽しめそうね。いうところがあるとすればアマレットの香りはフルーツの量が少なめ加熱で飛んでることでそんなに感じれなかったかも。焼き上がりのバターと一緒にお酒を打ってもよかったかなと思いました。試しに一切れアマレットを染み込ませて食べてみたんだけどそっちも美味しかった。今回はザクザク特化のナッツのストーレンでした。焼き菓子としてとっても美味しいからクリスマス関係なしに作ってもいいしクリスマスの食卓とかにも並んでると映えるからぜひ作ってみてください。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想、作ってみた感想もいただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。週1、19時くらいに上げてます。他のお菓子の動画も見てみてね。